こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。40代アストさんの質問です。初めて質問をお送りします。よろしくお願いします。私は長年、当たりを描くことに振り回されています。目標の作家さんの絵を真似て勉強しようとした時、主に顔、当たりや素体に沿って描こうとすると、各パーツの位置は合っているはずなのに、似ても似つかないものになり、全然キャラクターを可愛く描けません。かといって、当たり、素体が間違っているかというと、目標の作家さんの絵の上に自分の当たり、素体を透かして描いてみても、顔の大きさからの目、鼻、口の位置、頭のてっぺんから顎までの長さなど、目安は合うのです。頭、下半分の顔であれば、もうむしろ当たりなしで描いた方が似ているのではないかというぐらいで、ずっと悩みながら描き続けています。この状態から脱却するアプローチや考え方などありましたら、ご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いします。とのことです。はい。アストさん、ご質問ありがとうございます。この質問はね、すごくあるあるなんじゃないでしょうか。質問を聞きながらね、って首がもげるほどうなずいている視聴者さん数多くいらっしゃると思います。当たりの比率は合っているのに、その通りの顔を描いてもなぜか可愛く描けない。これはね、よく起こる現象です。その原因は何なのか、そしてそれを解決するにはどのようにすればいいのか、根掘り葉掘り解説を加えていきたいと思います。この動画を見ていただければ、一生懸命上手い人の絵を真似て描いてみているのに、なぜか思ったように上達しない。うまくいかない。そんなお悩みを叩き割って、なるほど、そこを意識すればよかったのね。と、上達のステップアップにしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。可愛いを作るポイントって当たりだけじゃないんですよ。はい。それでは早速、いってみましょう。当たりの取り方について。はい。まずですね、何よりも一番先にお伝えしたいのは、当たりの取り方なんですが、こういった割とアカデミックな当たりの取り方があると思います。この当たりの取り方はですね、もちろんリアルめな人間のイラストを描くときにはすごく有効です。こんな風にね、当たりに沿って絵を描いていくと、バランスが整った立体感のあるしっかりとした人間としておかしくない絵が描けるのは間違いありません。はい。こんな風に。なのでね、基礎の整った作画を目指したい場合には、このような当たりの取り方がいいかなっていう風に思います。ただですね、可愛いを目指す場合には、ちょっとこれが違ってくるんですよ。というのは、可愛いという感覚と人間的におかしくないバランスが整っているというのは必ずしも同居しなくてもいいからなんですよね。ちょっとね、他の人の絵の例を出すのは難しいので、可愛い絵の例として自分のイラストをね、出しちゃうんですが、これはですね、以前配信で描いたオリジナルの初音ミクのイラストですね。現在もフィギュア発売に向けて着々と準備が進んでいますので楽しみにしていてくださいね。でね、このミクちゃん、結構皆さんから可愛いと評判をいただいていますので、今回の例として取り上げさせていただくんですが、この絵に沿ってこの絵がどんな素体になっているのか、当たりを抽出してみますね。すると、ほら、こんな素体です。なんでしょう、さっきの人体バランスが整った当たりと比べたら、ちょっとこう、へちゃむくれというか、潰れたおまんじゅうみたいな形をしてるじゃないですか。でも、この当たりに沿って描いたはずのイラストは可愛く描けている。つまりですね、しっかりと基礎の整った絵を描くための当たりと、可愛く描くための当たり。この二つは似て非なるものだと、まずは押さえておいてください。ただね、アストさんは今解説した部分についてはクリアしていると予想されます。というのは、しっかりと目標にした作家さんを想定して、その作家さんに習って当たりを取ることを徹底しているということがコメントを読んでいて伝わってきます。なのに、可愛く描けない。これね、なんでかっていうと、いくつか原因は考えられるんですが、一番ですね、原因として多いのが、髪の毛がうまく描けていないから、ということがあると思います。顔がうまく描けてたら、髪の毛だけでそんなに印象崩れないでしょと思ったあなた。はい。それ完全に間違ってますよ。髪の毛が破綻するとですね、いくら顔がうまく描けていても、印象ぶち壊し。全然可愛くなくなっちゃうことがあるんですよ。例えばですね、はい、この絵は今の素体を元にして描いた絵なので、可愛く描けているはずじゃないですか。でもこの素体にわざと失敗した髪の毛を付け加えてみますね。はい、どうでしょう。まあね、これはわざと変な髪の毛を付け加えたので、ふざけたように見えるかもしれませんが、いやでもですね、こんな風になっちゃっている人、かなり多いんですよ。特にね、注意してほしいのが、目と髪の毛の距離でしょうか。ここの面積です。
ここがですね、ものすごく離れすぎていたり、あとはですね、顔が結構抑揚をつけて描かれているのに、髪の毛がね、パツーンと、ロボットみたいに割り切った線で、直線的に描かれているケースも多いと思います。これだとですね、せっかく顔が可愛く描けていても、髪の毛で台無しになってしまうので、顔は可愛く描けているはずなのにってね、自信がある人は、可愛くならない原因は高確率で髪の毛にあるかも、と疑ってみることをお勧めします。それともう一つ、当たりを取るときに、もう一度疑ってほしい部分は、見落としているバランスがあるかもしれない。ということです。当たりを取るのはもう完璧という人の絵を見てみると、顔の輪郭のバランスと目の大きさや高さなどは確かに完璧に参考のイラストを真似できている場合が多いんですが、その他の部分についてはあんまりね、意識できていなくて、結果的に全体で見ると印象が全く違うものになってしまっているという例を結構見かけます。まずね、注意してほしいのが、やっぱりですね、口の位置でしょうか。口の位置と大きさ、そして表情はですね、顔の印象を変える原因に非常になりやすいです。まあですね、絵をある程度学んだことがある人にとっては、目の描き方が大事。目はキャラクターの命ってね、知っているので、目を一生懸命描くことはすると思うんですよ。でもですね、意外とそこだけに集中しすぎて、口の存在を軽視してしまっていることがありますね。ほら、マスクをした人を思い出すと分かりやすいと思うんですが、まあこれね、別に否定的な意味で言ってるわけじゃないんですが、初対面でマスクをして会った人がいたとして、で、何度か会った後でマスクを取った姿を見ると、こんな人だっけ？なんか想像してたのと違ったっていうことってあるじゃないですか。目はね、マスクをしていてもずっと見えているので、ほとんどね、その人の印象を知っていたと思い込んでいたのに、口を含めて見てみると、全く自分がイメージしていた顔と違ったってことあると思います。口ってね、そのぐらいインパクトが強いんですよね。なので、口を描く際には、目と同じぐらいの神経の注ぎ方が必要です。こんな風にですね、上すぎないか、逆に下すぎないか、もしくは大きすぎないか、あとはね、変な表情になってしまっていないか、などなど、結構ね、口を描く際に気を配ることは多いんですよね。それと、もう一つ。次はね、目についてのことなんですが、目の大きさは合っているんだけど、目線が合ってるかどうか。これはね、とりわけ注意してほしいのは、瞳孔の描き方が盲点になっている場合が多いです。こんな風にね、目はうまく描けているんだけど、瞳孔を描く際に、これね、冗談ではなく、こうなっちゃっている人、意外と多く見かけます。瞳孔だけがあっちこっち向いちゃっているパターンですね。これ人によってはね、細かって思うかもしれませんが、人間は人の視線に敏感ですから、かなり細かい視線の変化についても敏感に感じ取ってしまいます。大まかに言ってですね、目の形がうまく描けていても、パッと見た瞬間、瞳孔が変だと、あれ？なんか目に違和感あるぞってね、瞳孔の位置や見ている方向の違和感に一瞬で気づいて、ちょっとこれ可愛くないかもって脳が判断を下してしまうんですよね。口や瞳孔については意外と当たりを描くときには意識しづらい部分だと思いますので、そこも含めてお手本にしている作家さんの絵を改めて観察してみてください。そこは意識できてなかったってね、気づいた部分があれば、さらにもう一歩ステップアップできるかもしれませんよ。記号的に描くことを意識する。さてここまで主に当たりの取り方について解説をしてきたんですが、ここからはですね、ちょっと真逆の話をします。ですね、当たりを取り慣れたら、一旦当たりを取るのをやめて、ただ単純に当たりなしで可愛い顔を描こうとしてみてください。もしね、お手本の絵師さんがいるんだとしたら、それを当たりなしで模写してみるのもいいかもしれません。これもですね、僕の絵を例に模写してみると、例えばこんな感じの描き方ですね。当たりとか全然取らずに、まつげってこんな形に描くのね。意外と分厚めに描くんだな。目尻に丸が2つあるわ。面白い。鼻ってこんな風に、ちょーんって斜めの線だけで、描くのね。口の端っこに三角みたいなとんがりがあるわ。これだけで八重歯っぽく見えるな。みたいにね、
単なる図形として書き写してみるんです。これ何をしてほしいのかっていうと、立体感とかバランスとか、もうね、これは一旦忘れて、絵をただの記号として捉え直してみてほしいってことなんです。これですね、逆に絵を勉強したことがある人にありがちなんですが、立体感や基礎を意識するあまり、意外とですね、表面的な部分を逆にないがしろにしてしまうっていうパターンがあるんですよ。基礎ができていれば、表面の処理はどうでもいい。とにかく基礎。クンフーを積むんじゃ。クンフーを積まずに、型の練習ばかりをして、飛んだり跳ねたりするだけでは、憲法は極められんみたいな、処分的な考え方ね。で、ごめんなさい。ちょっと例えが分かりづらかったですね。要するにね、バランスは大事なんですが、花を育てることに例えたら、バランスを整えるっていう行為は、あくまで栄養たっぷりの土を用意したことに等しいんですよ。最終的にはね、その土を使って、綺麗な花を咲かせることこそ大事じゃないですか。で、その花に相当するのが絵柄。もっと言うと、目、鼻、口の特徴的な記号です。バランスが大事。比率が大事。そんな風に今まで土作りに一生懸命になっていた人は、もう一度ね、初心に戻って、その土から生えている花の部分、絵柄に着目し直して、もう一度ね、表面的な部分を意識し直してみてください。きっと発見があると思いますよ。でですね、これはもしかしたら世代的なものもあるかもしれませんが、アストさんは40代ということなので、これも言っておかなきゃなと思って一応補足します。もし本気で可愛くしたいと思うなら、今まで描き慣れた手癖を一旦捨ててみてください。はい、ちょっとこれはね、人によっては酷なこと言うなって思うかもしれませんが、いくら基礎力があってバランスが整った絵であっても、絵柄が古いとね、素直に可愛いって思えない時が、はっきり言ってあります。いや、ごめんなさい。これはですね、僕も含めて、ベテラン勢は特に意識する必要があるんですが、絵柄が古いとね、可愛いの前に、古いって思われるんですよ。いや、まあね、その古さを逆に武器にすることもできますし、古くたってね、十分やり方はありますよ。その上で、あえて言ってます。例えばですね、こんな風に、さっきの当たりの上に、あえて古い絵柄を描いてみますよ。はい。ほら。ね？いや、別にですね、この絵柄を否定しているわけではないんですが、バランスは合っているのに結構古めかしい絵になっちゃったでしょ？ベテラン勢はね、描き慣れた手癖が古さを醸し出しちゃうことって結構あると思うので、ここについては特に30代、40代の方、僕もそうですね。はい。注意してみてください。思わぬ落とし穴になってしまっていること多いです。可愛いには仕草も含まれる。はい。でね、最後のポイントなんですが、これはですね、結構単純なことです。でも、最も重要なことかもしれません。それは何かというと、可愛いバランスだけじゃ可愛く見えないってことです。そうなんです。顔のバランスだけで可愛く見せることっていうのは結構ね、難しいんですよ。手をね、イラストに含めるとか、なんならもう首をかしげるだけでもいいです。要するに、ちょっとしたポージングをつけてあげて、キャラクターのポージングも含めて、可愛さを補強してあげようってことなんです。はい。左がバランスを考えて表情をつけていない絵。右が表情をつけてあげた絵です。どうでしょう？もしかしたらね、右側は表情をつけた分、バランスはね、崩れてしまっている部分があるかもしれませんが、右側の方が素直に可愛いって思いませんか？ほら、リアルでもそうですけど、いくらね、顔立ちが完璧に整った人でも、ずーっとね、むすーっとしてたら、なんか、あの人怖い人なのかなって思っちゃうことって結構あるじゃないですか。逆にね、ちょっと失礼ですけど、顔立ちがそこまでね、完璧に整っていなかったとしても、表情豊かにね、いつも微笑んでいる人って、なんかもうそれだけでね、可愛いって思っちゃったりしませんか？これは男女問わずにそうですよね。それと同じです。イラストもですね、むすーっとした無表情を描くよりも、少しぐらいバランスが崩れちゃったとしても、表情豊かに描いてみてください。絶対その方が見る人に可愛いって第一印象を与えることができると思いますよ。首をかしげたりすると角度がちょっとついてしまいますので、顔の比率が狂ってしまうことはあるにはあるんですが、あんまりね、そこばかり気にしすぎて修正しまくってしまうと、絵がね、硬くなってしまいますので、それはね、そこまで
で気にする必要はないと思います。可愛い絵を描くには、デッサンや基礎からあえて外れた、今日紹介したようなことを意識する必要がある場合があります。ぜひご自分の絵に活かしていただき、素敵なイラストを描き上げてくださいね。応援しています。お知らせです。パイインターナショナルより技の書キャラクターイラスト徹底解説が出版されます。キャライラストを完成させるために役立つテクニックを厳選して解説した内容で、顔の描き方、ポージングの描き方、構図の取り方、線画の描き方、色の塗り方、そしてキャラクターデザインのやり方と、いつもの書籍は140ページぐらいですが、この本はなんと全部で240ページと、キャラクターイラストを描く上でのテクニックを網羅的に、そして読んだ人がなるべく自分に吸収しやすいように小分けにしながら丁寧に解説した、まさに技に特化した本になっております。キャラを魅力的に見せるための技がとにかく欲しい。精神論はいい。とにかく力をくれという方はぜひチェックしてみてください。電子版も同時に発売されますよ。興味がある方はぜひ動画下の概要欄、コメント欄の URL からチェックしてみてくださいね。海外翻訳版も出版社さんからのオファーをお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。